皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いはい、おします。願いします。今回は3回はい、連続して木村幸彦さんにゲストに出てもらって、はい、アスリートは主張するスポーツと政治の関係を考え考える。るとはい、いうタイトルで、この木村さんの最新刊、労働組合日本プロ野球選手会を作った男たちを中はい、心に2回目と3回目進めていますが、今回3回目ラストはやっぱりうストライキん、のこと。これは大きかったので、この話にうん、ついて思い切り聞きたいと思うんですが、うこのストん、ライキの時は私もいろいろ選手会の方と活動したせいもあったのか、けったいな電話かかってきましたよ。右翼だという人から、お前のためにもならないぞ、こんなストライキ支持していたらとかいう脅しとも言える電話がありましたし、それから、うん、Y 新聞社の方からは、これのバックには、川淵がいるんだろうという電話もかかってきまして、いや、私は知りませんけどねって言ったら、だったら川淵の銀座で行ってるバーは何か知らないかとかなんだか言われて、なんでそんなことを聞いてくるんだ、こいつ、本当に Y 新聞社かなと思って、いや、まあ、いろいろそういうことはありました。ただ、やっぱりシンポジウムに出た時に我々の敵は鍋つねですと。はっきり言っうたのが、プん、ロ野球ニューうん、スにアップで出たというのは、うん、わざと出されたのかうん、なと、今でもうん、思っていますし、フリーうん、のライターの中でも、選手会の会合に一緒に出ていて、それを、球団側の人に流していたと思われるような人がいたりで、やっぱり組合作るっていうのは、とかストライキやるっていうのはしんどいもんだなと思いましたけど、その辺、ジャーナリストの木村さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。うまあ、政治活動のようなものを、というか、ジャーナリストん、としていろいろ取材されていたら、やっぱりこの組合活動っていうのは、潰しが来るっていうのは、やっぱり、これは、うん、なんて言いますか、当たり前なんでしょうかね。うん。まあ、今でも、労働組合潰しっていくはい、つかね、はい、後書きも書きましたけど、はい。関西生コン労組、なんか冤関西のマコ罪逮捕がン労組だ。はい。ガンガンね、こう逮捕されたり、うん。で、特に、このプロ野球選手会について言うと、これ彼らからするとね、これはい。釈迦に説法ですけど、本当にいきなり、合併という、身売りはい。ではなく合併って寝耳に水で出てきて、で、はい。もうすでにレールも敷かれていたんだけども、選手会が立ち上がったことによってそれを止めることができて、はい。で、結果、12球団2リーグのみならず、今のパ・リーグの再生、構成もあるし、はい。あれはだからもともとがその読売巨人軍にぶら下がっていくための一リーグ制のそうでありようすね。だったし、今本当にゾッとしますけど、それやってたらもうボロボロになってたと思いますよね。そうですね。まあ、あの時には、近鉄と、オリックスの合併、それに続いてもう一つ、ロッうん。テと西武と、と、それとはい。ダイエーでしたが、もう、うん。何かが考えられて、要するに、ええ、1リーグ8球団制にまそうで突っ走ですね。ろうというようなええ、動きがあったわけですよね。そうでまあ、すね。その時に、古田選手会の会長を中心として、うん。そのローうソン氏とん。は、その特別委員会の、うん。を開けといううことと、ん。それと団体交渉に応じろということはい。で、裁判に訴えるわけですよね。はい。はい。その時の裁判官の、はい。竹内博さんと竹内さん。いうはい。このはい。方が、今も、ホームページはい。で、はい。文章を書いたりしてますけど、ある意味でうん。名判決というようそうなですね。判決を下はされるんですよね。い。はい。要するに、はい。これは、まあ、木村さんに喋ってもらいたいんですが、
要するに、球団側を勝たせて、しかし、うん、球うん、団のと思う通りうん、には進まないといううようなん、判決されたって。これはうん。面白いところですよね、すごく。そうですね。とにかく合併を止めるために仮処分申請を選手会側はするんですよね。はいはいはい、そうで、ですね。特別委員会を通さないと、その選手の関係に関するものっていうのは、通過できないはずじゃないかと。とはい。にかくそれを通せとか、それからもう労働組合なんだから、集団交渉、断交権があるはずだけど、一度もはい。向き合ってないではないかと。はい。で、まあ、この時ジャッジされたのが、東京地裁の当時裁判官だった竹はい。内博さんなはい。んですが、この、判決文、決定文ですね。決定文ですね。結局、これはね、選手会側は負けるんですよ。負けて却下されますね。るんですよ。負け負けの判るんですよ。決なんですよね。負けなんですよ。ただ、そこの決定文が素晴らしくて、はい。一方で、その、特別委員会広く案件ではないとはするんだけども、一方はい。で、NPB 側は、誠実に向き合ってこなかったと。で、こうん。れ、このままいくと不当労働行為になりますよってういうことん。を言うんですよね。うん。で、一方で当時のコミッショナー、これはい。は、根酒井さん室さん。もごめんなさい、根五郎さん、根はい。五郎さん、酒井さんが激怒したという、はい。コミッショナーでありながら、オーナーに向かって、はい。ストライキなんかさせるなと、させたらうん。これ損害賠償できるぞって、これフェイクそなんですけども、嘘なんあの、ですよね。要すそうなんるに、ですよ。選手がストライキをしたら、選手うん、会にうん、損害賠償うん。を請はい。求できるんだぞということを、選手会にうん、もこう、秘密の文うん。章でね、回はい。すわけですはい。ね。はい。ひど、ほんで、まさにジャッジ、ね、公正に裁かなきゃいけない人間がそれをやっていいのかということで、うん。玉木さんの友達の酒井さんも激怒するわけですよね。いこんなものやいやいや、を流しやがってという。激怒するというよりも、なんか驚きというか、なんかわけわかんないなという感じはしましたけれどもね、はっきり言うと。ええ。まあ、だから、一時が万事で、そういう不対応なことをしてたけども、元、高検の検事でしたから、そはい。の、根室さん自身が。で、そはい。の決定文には、公明な法律家であるから、今後の、折衝交渉には期待できると書くんですよね。だからこれはそれを竹内さんが書いたわけですね。書いたわけです。高名な裁判官そうやってそうそた、う。そう検事をそやってた方だかう。ら、ちゃんとうん。やりますよ、この人は、というふうに。そう。法というもの分かってますよっていうことで。本当は分かっで、てないくせに。だから、ネジを巻くんですよね。ちゃんとそこな、のプライドもくすぐって。で、そうですね。ただ、そこまで分かってるんだったら、なんで、その、選手会側に負けの判決を、選手会に勝たせしたなかったのかのかと。と。はい。うん、で、それをちょっと聞き込んだら、いや、あの時もし選手会を勝たせたら、はい。当然これ NPB はすぐ控訴してくるだろうと。うん。そうすると、もう時間切れになるじゃないですかと。ああ、この最高裁時のた、まで行っちゃうと。うそうです。ん。この時の戦いが危険だったのは、怖かったのは、もうこれ11月ぐらいになって、シーズンオフになっちゃったら、10月、11はい。月になったらもう参入したいっていうところとの審査も減ったくれもなくなって、時間切れアうん。ウトで、11球団統合でうん。終わってしまうではないかと。そうじゃななるほど。くて、え負けたことによって、もうNPB 側が勝ったことによって、そこでもうはい。手出しできなくなった。うその代ん。わり、折衝していけということで、これがだから、最上のしかも良心的判決だったんだなと、今になって思うんなるほどですよね。ね。まあ、ある意味、なんか、私もこの本を読んで改めて考えさせられて、すごい判決だなっていう、ことを思いました。これぜひとうん、も、なんて言いますか、この本ももちろんプロ野球ファンには読んでほしい本なんですけれども、竹うん、内さんもホームページの中で、その時のうん、経緯について喋ってうん、ますんで、こう、うん。下に出してもらいますから、ぜひともはい。ね、はい。これ興味のある人には、読んでほしい、なんて言いうん。ますか。木村さん、判決文とは言わないんですよ。なんて言うんですか、こういうの。決定文っていうらしいですね。決定文。決定文、決定文。決定文。はい。これは素はい。晴らしいことなので、本当、うん、ちょっと目を通してほしいと思いますね。たうだね、こん、のストライキ、私も本当に素晴らしいことだったと、歩みはもう思うんですけれども、この時に古田さんが、委員長として言われたこと、
テレビを通じて言われたことがね、これは今も私頭に残っているんですけれど、日本のプロ野球組織は組織としておかしいと。やっぱりうん、J リーグの組織のように、各うん、球団のチームが独立してスポンサーが入ってると。うん、親会うん、社が所有しているというのはおかしいから、そっちの方、J リーグのような組織になって、アマチュアも一緒になる大きな組織がそれを統括しているというのが当たり前ですよねってことを言われたのを覚えてるんですよ。ほんで、そっうん、ちの方向に将来的には進うんでいってん、ほしいと、その時うん、に思ったのが、今まあ、組合ができて40年、まだそっちのうん。方には行きそうにもないっていうのは、この辺は木村さんはどう思われますか？そうですね。なんかやっぱりこう、クリアしなきゃいけないものがあって、うん。で、まあ言ってみれば、サッカーの場合はね、はい。FIFA という、まあ良くもはい。悪くも、そうなん、ここは最大の権威なので、そうで揺さぶすね。りがあっても、まあそれこそ川淵さんが鍋常さんと戦えたのは、はい。ベルディだけがね、独立していくぞっていう、そよく言う、その巨人だけでう。うん。新リーグ設立だっていうおはい。出しが、ベルディでは聞かなかったっていうのはそういうことなんですよね。そういうことですね。要するに、だったら独立するならどうぞ別リーグええ、作ってくださいと、そうです。川淵さんははい。言ったわけですよね。でもそそうです。FIFA の代わり、参加じゃないからね。FIFA のうん。下には入れませんから、はい。オリえンピックにえ、もワールドカップにも出られませはい。んよって言ったら、そういうことですよね。動きがつかなかったわけです。でもうん。今のプロ野球組織の場合は、まあ、はっきり言うん。うと、その読売新聞社が中心になっうて、ん。昔作られたその組織のままずうん。っと今まで続いそうですね。てるわえけですえ、ね。こそうでれすね。がね、これがまあ、なんて言いますか、私実はスポーツ議員連盟の方と東京オリンうん。ピックの2度目の東京オリンピックの時に何度もいろいろ話したんですけれども、やっうん。ぱり全部議員の方もおかしな組うん。織だとは言うんですよ。うそれからん。高野連もおかしいと言うんですよ。でも、朝うん。日新聞と読売うん。新聞というものを相手にして発言すうん。ることは国会議員の人はやらないんですよね。ああ、ここのとこそうか。ろが、うなんて言いますん。か、ネックになっていると私は思ってるんですけど、木村さんどうですか、このあたり。そうですね。まあ、国際的な野球組織も一応ね、IF であるんですけど、はい。まあ、それよりもやっぱり一番強いのはメジャーであったり、メジャーですね。PB であったりといはい。うとこですよね。そうですね。だから、これは何だろう。まあ、ドメスティックな、その日本の選手会だけでは、ちょっと変えようがなかなかないんじゃないでしょうかね。うん、そただまあ、このところの枠組みというのは。だからまあ今、読売新聞がね、ワールドカップで、うん。ドジャースが勝った時に号外を出したりして、う何をん。号外そんなことするのかって、まあ日本人選手が3人いるっていうことはあるんでしょうけれども、日うん。本人の野球のルートが、うん。昔、それこそメジャーをまだ知らないドメスティックなう時代には、ん。うそれこん。そ、早稲田実業から巨人に入るというエリートコースでうん。止まっていたのが、今うん。メジャーに流れるっていうのが当たり前になってうん、しまって、ね、そうですね。最近私、右翼になってますよ、もう。完全にいや、日本よ、立ち上がれですよ。うん、だからこれも選手会のパワーの違いだと思いますうん、ね。野茂うん。さんが言った時のストってあれ、サラリーキャップ制のストだったじゃないですか。はい、そうですね。要するにお金ので、分配をどうするか。そううん。そう。あの時選手会が勝ったことによって、これだけ、ものすごい桁違いの、うん。金額が年俸で払われるようになり、はい。で、まあ、これはだから逆にこれメジャーの選手会と戦ったのが新井君で、はい。WBC のお金がみんなメジャーと、メジャーの選手会に行ってしまはい。っていると。うん。でこの構造を変えなきゃいけないんではないかと。だから日本の選手会がいまだにその肖像権の問題もなかなかクリアになってないですよそうね。ですね。うん。本う当は選ん。手にあるはずの肖像権が、やっぱり球団の方で球管理してい団ですね。るというのが、なかなかはい。選手のものにならないというところはありうん、ますね。ありますね。まあ、だからそこをクリアしつつ、戦っていけるような、うん。逆に言うと、ちょっと今度はそのメジャーを相手に何か外交的なところうん。で NPB というか、まあ、
WBC の利権について新井君が戦った時は、NPB はむしろ、及び腰だったのを選手会が引っ張って、はい。いざとなったらもう出ないぞと。はい。WBC に我々は出ないぞっていうところまで引っ張ってきたがゆえに、スうん。ポンサーもきっちり、引くことができたので、まあ、はい。そういうところの目配りもね、当然重要だなと。次の、会長誰になるか分かりませんけどうん、も。そうですね。ね相う沢さんのん、次の会長が誰になるかという。そうですね。まあ、一人一人のその労組の会長がうん、活躍というか、まあ、運動、本当に動いてうん、きた。要するに、主張してきた。ということで、日うん、本のプロ野球もかなりは良くなったと。まそうだですね。先はあるぞというところで、これからもええ活動をやってほしいですよね。うん。そうですね。あれで、木村さんはご存知かなと思うのは、メジャーでは、マスメディアが球団をうん、持つことがダメだということが、うん、不分律になっていて、うなぜ不ん、分律になっているかというと、やはりあれなんですね、ビット、賭けのことなんですね。野球賭博うん、のことで。要するにうん、メディアには情報がたくさん集まるから、うん、賭けの正当な賭けにならないというので、球団を持っちゃいけないと。とうころが日ん、本では、あの、球団を持つのは公共企業でないといけないっていうのうで、ん、鉄道であるとか映画であるとか、新聞うん、社であるとかっていうことになってしまったと。さて、こうん、の先、スポーツベッティングが日本にうん、もダーッと入ってきたら、新聞うん、社はやっぱり持ってんのおかしいじゃないかっていうのは声になうん、らないかなと私は思ってるんですが、この意見を、木村さんに聞きたかったので今日喋らせていただきました。木村さんそうです。どう思われます？いや、まあ、ただ、サッカーではね、トトがもう入ってますはい。けども、どうなんでしょう。かつてね、それこそ日本も黒い霧事件とかはい。あった時という野球の。のは、ね、これは、えーつまり、情報っていうのは、はい。誰が、どのピッチャーが投げるかとか、誰がどういううん。体調であるかとか、はい。まあ、記者自体がそれをじゃあどこに出すかという、まあ、記者の一つ、倫理観にもよりますよね。なるうほど。はい。うで、ん。それは親会社の業態というよりも、そこのコンプライアンスじゃないのかなという気がしますね。なるほどね。僕はむしろやっぱり公共性のあるところが持ったことで、少なからうん。ず、プロ野球は、公共財であるというロジはい。ックにもつながりやすいと思うし、でこれがやっうん。ぱりもっとコテコテの新自由主義的な企業体になってくると、はい。まあ、ここの本で言うと、ちょっと楽天のね、危うさを書いたんですけど、はい。はい。もうこれはその昭和の時代でも各ありやっていううん。剛腕オーナーが、オーナーが、もちろんね、はい。そうなんです。参入してくださったのはありがたいんだけど、いまだに、去年もそうですけど、今年も楽天の監督どうなるんだっていう。はい。うん。はい。そこのやっぱり公益性、公共性というのはやっぱり担保されるべきではないかなと。なるタオさん、そこほどね。でね、喧嘩して1年で辞めちゃいましたけど、はい。なるほどね。まあ、これからも考えていかなきゃならないテーマとして、そういうこともあるな、ということをそう最後に、ですね。木村さんにも意見を聞いて、はい。聞けて、私にとってはすごく良かったと思います。多分、視聴者の方も、これを、見ておられて、プロ野球界がそんなに時代遅れなのまだ時代遅れなのっていうことを感じてもらって、これからもっといい組織に、ファンも一緒になってしていくと、そういうふうに歩んでいってほしいなというふうに思いました。なんか、最後は美しくまとめたいという私の希望が働きすぎたかもしれませんけれども、木村さん3回にわたって本当にありがとうございました。あの、はい。またありがとうご将来的にざいます。もテーマがあったらはい。出てくださいね、きはい。っと。はい。ぜひよろしくお願いします。はい。はい、皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。